兼家と子供たち。光る君へに学ぶ日本史。三牛解任した東宮女御の娘。藤原兼家は言うまでもなく、藤原北家の九条流を一気に栄えさせた道長や明子の父親である。しかし兼家の子供たちの中には東宮の女御となりながら堂々と不倫し解任した娘など人騒がせな者たちもいた。藤原兼家と子供たちのその後を詳しく見ていこう。兼家は当時の上流貴族の例から見れば特に公職であるというほどでもなかった。それでも兼家には2人の正式な妻として藤原の時姫と藤原の道綱の母がいた。時姫は聡明な女性で三男二女を産んでいつの間にか正妻の地位についている。一方の道綱の母は陽炎日記の作者で日本三大美女にも数えられた才色兼備の女性であった。彼女は父親の身分も時姫より少し上であったが、子供は道綱一人しか産まなかったため時姫に正妻の座を奪われている。二人の正式な妻を持ちながら兼家は当時の平安貴族と同じく方々に宰相と呼ばれる女性を作っている。955年天暦9年頃から兼家は左京に住む町工事の女に約4年ほど夢中になっている。続いて956年天暦10年頃には浮気心から三義の源の兼忠の娘に通い女子を設けた。また970年天禄元年以後には近江守藤原の国則の娘を寵愛し、これに靖子を産ませている。さらに兼家は自邸に仕えていた女房で藤原の忠元の娘に手をつけ、四男の道義を産ませている。兼家は二人の妻以外にもいわゆる妾と言われる女性たちに分かっているだけで二男二女を産ませているのである。ではなぜ兼家の女性遍歴がこうも詳細に記録されているのかだが、それは道綱の母が陽炎日記にこと細やかに綴っているからである。道綱の母は兼家への嫉妬心や女性の性を赤裸々に日記に書き留めた。道綱の母は紫式部や清少納言をはじめ更級日記の作者とも縁戚関係にあった。紫式部や清少納言は陽炎日記に文学的影響を強く受けている。つまり兼家が浮気を繰り返したことが平安時代における日本文学を発展させたと言えなくもない。冗談はさておき、藤原兼家は天暦年間侍従として村上天皇の側近にあったが、同じ頃藤原の安親も玄人として仕えていた。安親の妹の時姫は源氏物語の明石の上のモデルと評されるほど聡明でしっかりした女性であった。そのため兼家は友人などを通じて時姫の評判を聞き、彼女を妻に迎えたものと推測される。時姫は兼家に嫁いで道高、道兼、
道長、東光明子を産むが、夫の兼家が摂政になる前に死去している。時姫の子供たちは道高や道長、明子など聡明で優秀な子供たちが多かった。強いてマイナス面を挙げれば、次男の道兼が強欲で暴力的であったことぐらいである。しかしこれも兼家の性質の悪い部分をそのまま引き継いだに過ぎない。やはり時姫の子供たちが兼家を最高権力者にまで押し上げたのである。次に藤原道綱の母であるが、残念ながら彼女の本名は不明である。彼女は文学的才能が豊かであった上に、光明皇后外織姫と並んで本朝三大美人に数えられたほどの美貌の持ち主であったと言われている。そのため若き兼家が強引に彼女に求婚し、本妻としたのは早くから才色兼備の誉れが高かったからであろう。彼女は兼家との間に道綱を設けるが、その後はなぜか子宝に恵まれなかった。母は道綱に大きな期待をかけたが、彼は至って凡庸な人間に育っている。道高や道長が優秀であったために、余計に彼の凡庸さが目立ったのかもしれない。藤原実資は小遊記の中で道綱のことを一文普通、文字が書けない人としている。あいつは自分の名前を書くのがやっとで、無駄飯食いの給料泥棒だとも実資は書き残している。そんな道綱に母親は期待をかけ、将来を楽しみにしていたという。その結果、凡庸さが幸いして道綱は道長に大事にされ、熾烈な権力争いにも巻き込まれていない。道綱は最終的には小2位の大納言にまで上り詰め、母は61歳、道綱は66歳で逝去している。兼家や時姫の死後、道綱と母はのんびりと老後を過ごしたと言われているところから、これも賢明な生き方の一つだと思われる。兼家が女房で藤原忠元の娘に手をつけ産ませた四男の道義は少々変わり種であった。道義は世間では愚か者として通っており、宮中に出仕し人並みに交際することもなく、家にこもって一生を終えたという。そして特筆すべきは、兼家が近江守藤原国則の娘を寵愛し、これに産ませた靖子である。靖子は兼家の計らいで一条天皇の東宮で、後に三条天皇となる家定親王の宮住所女御となった。靖子は兼家が寵愛した母親に似て美しい女性であったが、多情多感でもあった。そのため靖子は東宮の女御でありながら密通して懐妊する様子が大鏡に次のように綴られている。ただこの事件が起きた時、もう兼家は亡くなり、政権は道長の手に移っている。少し長いが引用してみよう。東宮の家定親王は靖子を愛していたが、道長が権力を強めるのを警戒して
安子を遠ざけていた。すると多情多感な安子は寂しさからある貴族と密通して宮中の噂となってしまう。安子の密通の相手と噂された源頼貞は為平親王の子、王朝の代表的な恋上手の貴公子である。安子は頼貞との噂が人の口に上るようになって宮中に居にくくなる。そのため安子は東三条邸の実家に戻ったが、その上さらに解任の噂さえ立ち始めた。東宮が安子の異母兄である道長にその噂が真実かどうかと尋ねたので、道長はこれを確かめに東三条邸に向かう。道長が東三条邸に行ってみると、安子も彼の訪れを怪しみ、急いで貴重を引き回してその中に隠れようとした。道長はそれを引きのけて安子に近づく。もともと華やかな顔立ちの彼女だが、とりわけ念入りに化粧しているので、いつもよりきちんとした感じでより美しく見える。外見からは全く解任の様子は伺えないのである。そこで道長は東宮が近々のことを仰せられたので様子を拝見に来た。もし嘘だったらあなたにとってもお気の毒だから。というなり、彼女の胸を引き開け乳房をひねると、なんとほとばしった乳が道長の顔にさっとかかった。以上が大鏡の安子の密通事件である。この後、安子は東宮の怒りを買って実家に帰されたままになる。しかし安子は源頼貞とはそのまま交際を続け幸せに暮らしたという。もうこの頃になると天皇や東宮でさえ九条流の藤原氏には頭が上がらない時代になっていたようである。そしてその九条流藤原氏の基礎を強引な手法で築いたのが藤原の兼家とその子供たちであった。